石渡大輔です。ギルティギアシリーズの監督を務めております。僕は結構ゲーム作りに対していろんなことに携わっているものですから、本当はディレクターとか監督とかいう名前がすごく言うのが難しい感じだとは思うんですけれども、一応担当しているものが、ゲームデザイン、イラスト、キャラクターデザイン、シナリオ、音楽、その他もろもろというような形になっています。アークシステムワークスに入社してから約20年経っています。専門学生の頃にですね、格闘ゲームに非常にハマってまして、僕自身で格闘ゲームを新しく作るとしたらどういうのがいいだろうかというものを考えながら作りました。その当時は世界の格闘家が戦うような世界観のものが非常に多かったので、僕は漫画とかアニメの世界観というものをゲームにした格闘ゲームが作りたいということでギルティギアシリーズを作りました。主に注力した点というのはスピード感、疾走感、だから駆け引きよりも先に手触りの良さ、ゲームのパッドを握って遊んだ時にすぐに気持ちいいと思えるものというのを第一に考えて作りました。でしばらくしてからはい。モリモリがブレイブルー作り始めたじゃないですか。ああ、作り始めたのはけど最近ですけどね。最近って言ったらもう10年前じゃないでしょ、作り始めたっていうのは。いや、9年ですよ、だからちょうど。モリモリは僕の中でですね、非常に戦友でもありライバルでもありというようなところなんですが、アークシステムワークスの中でギルティギアともう一つすごく有名な格闘ゲームブレイズブルーを作っているプロデューサーですね。俺がギルティ作った時ってめちゃめちゃストイックにハードな格闘ゲームを作った。ブレイブルーが出た時に格闘ゲームとして出るけれども、ブレイブルーって世界をみんなで楽しんでもらいたい作り方をしたという話を聞いた時に「何?」ってゲームっていうものに対する見方が、俺と石渡さんでちょっと違うのかもしれないですね、そこら辺は。僕はもう前から言ってる通りゲームは娯楽だ、簡単に言うとおもちゃなんですよ。どんなものでも楽しめないとお話にならない。だからその楽しみ方っていうのはやっぱ人にとって千差万別じゃないですか。こうやって遊べよって押し付けるのが僕あんまり好きじゃなかったんですよ。昔僕やっぱプラモデルとか作ったじゃないですか。プラモデル作ってる時にどうしても説明書通りに作りたくないんですよ。改造したくなっちゃうんですよ。わかる。ね。けどそれって人から見たら邪道なんですよ。なんで？俺は満足してるんだよこれで。と同じでそのゲームも人にとってそのいろんな受け止め方ってあるじゃないですか。とりあえずコンテンツとして楽しんでください。だってこれは娯楽なんですから、楽しんでくださいよっていう。なるほどね。作品を作る時に常にやっていることがあって、それがとにかく歩くということで、歩いてる最中というのは非常にその物事を考える時に一番クリアになる状況なんですね、僕にとって。シナリオのセリフを考えていたり、物語のその展開みたいなものを考えることが非常に多いんですけれども、前後脈絡なく単純にこんな話があったらすごいドラマチックなんじゃないか、そのいいなと思ったものは持ち帰ってメモを残して、で最終的にこれがこの作品の中で生かす場面があるかどうかというようなことを考えたりします。
日本にはやはり高い建物が多かったり家が密集していたりしてすごく空が狭く見えてしまうんですよね。僕は南アフリカで育っていてその景色というものが非常に馴染んでいるものですからできるだけ空を広く見たいというのがありましてでそれが叶うのがみなとみらいなんですよね。この地域の方ではですねいろんな西洋的な文化だったり古い建物が非常に多いんですね。当時海外の方が日本に来て家を建てたところとかすごい多くてその景色が僕にとって南アフリカの景色にすごく似ているものを感じてだからここに来るとなんとなく僕自身がリフレッシュできるっていう気持ちがあります。時期によって、僕はその絵を描いたり音楽を作ったりシナリオを書いたりというので必ず入ってくるのが他の人の作業のチェックですね。この人の作業の内容はどうかギルティギアっぽいかそうではないかというようなところをチェックしてでその隙間の時間を縫ってできるだけその自分の作業を進めるというのが基本的な一日になります。最近はそうでもないんですけれども基本泊まり込みになるような仕事が非常に多かったですね初期の頃は。なのでもうずっと1年半以上家に帰らないで会社で過ごしていたことがあります。最近はちょっと、その辺が楽になって、家には毎日帰れてはいるんですけれどもそれでも12時ぐらいになってますね夜の。ギルティギアが最初に作られた時その時の僕はですねとにかく尖ったものを作りたい。やはりそのエフェクトなんかは非常に実はトゥーマッチ。ただそれだけじゃやはりどうしてもプレイする人間は見にくい当たってるのかどうかわからないとかそういうことがありますのでそれを後から調整していくみたいな形で作ってます。何か作ったらもうそれ以上は足す必要がないというものがあったとしてもまだ何か足せるんじゃないかまだ何か足せるんじゃないかっていうところで欲張ってしまう癖がありまして例えば結構僕は今もう42歳になってかなり大人の目線になったら物事の完成形一番美しい形というものはきっとこれだっていうものが分かっていたりするんですけれどもそれでもなおなんか最後に足してしまいたいそういう性格をしているそれがギルティギアという作品なんじゃないでしょうかね。僕の好きな言葉というのが基本的に2つありまして一つがまあいっかという言葉となんとかなるさという言葉があります。そのなんとかなるさまあいっかというのは基本的に結構無責任な言葉として使われることが多いんですけれどもでもこれはすごく僕の中でポジティブで今ある状況を悔やんでもしょうがない先に進む人間の言葉と僕は思ってましてでやり方はわからないけどとにかく前に進むぞというエネルギーが非常に感じられる言葉なんですね。だからちょっと無責任な感じに聞こえる可愛い言葉なんですけれどもすごく意志力の強い言葉だと僕の中では思っています。まあいっかなんとかなるさ、この言葉だけあれば仕事でどんな場面に直面しても自分が前に進める気がするんですね。